こんにちは。じゃあヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は、恐怖心を抱かせない3つのポイントってことで、いろんな解除があると思うんですけれども、恐怖心を抱かせてしまうとどんだけうまくやってもやっぱり危険が伴いますので、どうやったら恐怖心を抱かせずに解除がうまくできるのかなっていうことを、3つのポイント合わせて、基本的なところにはなってきますが説明したいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄 URL 貼っておりますのでチェックしてみてください。では実際に、ちょっと実技を交えながらやっていけたらなと思います。はい、では恐怖心を抱かせない解除のポイント3つってことなんですけど、基本的なことです。まず1つ目、絶対にね、これが絶対大前提ですね。声かけです。声かけなしにいきなりゆうささんが座ってたとして歩いてね食堂に行こうとか、そういった介助するときトイレに行こうとか、歩いて行こうと手引き歩行で行こうとしたときにいきなりこうやってやられても戸惑いますよね。びっくりしますよね。なのでね、びっくりした時にどうしても足に力入らなくなって引いてしまいます。その時に転落転倒の事故が起きたりしますので、必ず利用者様が相手が、認知症の方であったとしても必ず声かけが必要です。じゃあどうやって声かけをするのがいいのかってことなんですけど、まずは目線を合わせるってことですね。上からこうやって立つとやっぱ威圧感を与えてしまいますので、膝に手をつくなり、できるのであれば床にね膝をつくなり、しゃがむなりして、目線を合わせる、もしくはリュウさんより下の目線から離してあげるっていうことをしてあげると受け入れをしてくれやすいですね。初対面の場合とかなんていうのはもう絶対ですね。初対面じゃなくてもですけど、慣れてる関係であってもよくあるのが、慣れてるからついついそのまま上から喋ってしまったりもしちゃいがちなんですけど、やっぱりどんな状況においても下からもしくは目線を合わせるっていうことが大事になってきます。で、声かけの内容なんですけど、今から何をやるかっていうのを必ず伝えてほしいですね。さっきの例で言うと、じゃあトイレに行きましょうっていうことを声かけします。はい。で、歩きましょうとかあっち行きましょうじゃなくて、しっかり今からトイレに歩いて行きましょうねっていうような形で具体的に説明してあげると理解がしやすいと言いますか、受け入れやすい。なので、力がしっかり発揮されてリスクが少なくなるってところですね。それと、伝えっぱなしじゃなくて、ある程度利用者さんが理解しているか同意しているかってところですね。トイレ行きましょうって言って嫌がってるのに、今からトイレ行きましょうねって言って歩いて行きますよって嫌がってるのに無理やりやろうとすると、それまた事故の原因になりますので、しっかり同意を得ることです。介護現場で働いているとね、なかなか時間の制限もあってそこまで時間に余裕がない場合も結構あるとは思うんですけども、そこはしっかりねちょっとリスク軽減させるためにも声かけ同意を得る、しっかりやってほしいところですっていうのが、基本的な声かけのところになってきます。あとは声かけ言葉遣いですね。タメ口になってしまう方もいらっしゃるみたいですけど、もうそんなことは絶対にせずに、できるだけ丁寧な言葉で敬語を使って話してあげるようにしてください。はい、恐怖心を抱かせないポイント2つ目ですね。優しく触るってことですね。解除する場合においてですけど、優しく触る、ソフトタッチに、あとはいつも言うてるように中腰筋握り、そういったことを意識してあげます。広い面積を触れてあげるってことですね。解除するってなった時にこう指先だけでグッと持っちゃうとやっぱ痛みが出るとやっぱ嫌なので恐怖心抱いてしまいますよね。なので優しくソフトタッチしてあげます。中腰筋握り、手引きなんかであれば本当に肘とか持ってあげる、乗せてあげるぐらいの感覚でいいと思います。で、広い面積を触れてあげる。これはね、ちっちゃいところ触れてしまうと、皮下出血を起こしてしまいやすいですし、例えば手引きなんかこうやってねやってる方結構見ますけど、これで膝折れしたらもう救いようがないので、やっぱり肘しっかり持ってあげて手引きをするってことですね。はい、これ乗ってるだけでも全然大丈夫です。これで膝折りが起きてもこうグッとね支えてあげればある程度は支えれます。ただそこは利用者様のね能力っていうのをしっかり評価した上で手引き歩行ができるのかできないんであればやっぱり車椅子ってことになってきます。で、車椅子に移乗する時もしっかり
肩甲骨に手を当てるとか、本当に広い面積で解除してあげるっていうのを意識してください。詳しいね異常のやり方なんかもたくさん動画上げてますので、再生リスト等も作ってますので、ぜひそちらを参考にしてもらえたらいいのかなと思います。で最後が恐怖心を抱かせない、解除のポイントですね。3つ目ってことなんですけど、これが結構大事で抜けがちなんですけど、自分本位の解除をしないってことですね。利用者様の動きに合わせる、正常な動きに合わせるというか、正しい動きに合わせる。例えば自立されている方が、じゃあ立ってくださいって立ってもらうこの動きですね。この自立できている方の動きに合わせるってことです。言ったら自分の動きに合わせるようなもんですね。自分が動くような気持ちで解除する。なので利用者様が自立されている方であればお辞儀してしっかり立ちますよね。ただこれをやっぱり解除するってなったら、やっぱりこれもいつも言うてることですけど、ついつい上に持ち上げてしまったりとか、これはこっちのね腰を痛める原因にもなりますし、本来動きたい動きとは別の動きをさせられることになるので、やっぱ怖いですよね。恐怖心抱きますよね。なので車椅子に移乗する時なんかも一緒ですよね。車椅子に例えば移乗する時に、こっちに車椅子置きますけど、じゃあちょっと乗り移ってください。本来こうやって移乗するのが、一番動きやすい、本来力入れるべきところに力を入れて移乗する動きですよね。じゃあもう一回戻ってください。この動きを、介助者自身が理解していないと、やっぱり介助者本位の、解除になってしまいますので怖いです。無理やりこれまたねこうよいしょっていう無理やりさせられるような解除であったらやっぱ怖いですよね。怖いですね。どう動かされるかわからないっていう状況がやっぱすごい怖いです。声かけのところで今からトイレ行くために車椅子に乗りましょうねっていうような声かけをしてたとしても、もうわけのわからない解除をされるとやっぱ怖いですので、やっぱりそこは動きをね一つずつ丁寧に自分が動かされると思った上で丁寧にね解除してあげるってことがすごい大事です。なので過解除っていうのはやっぱり一番良くないのかなとも思います。どうしても過解除してしまうと本来動きたい動きとは別の動きになってしまいますので、できたら本当に利用者さんが今やってくれたような動きの中でできないところを解除するっていうところがやっぱ一番理想な解除方法にはなってくるのかなと思います。いろんなね仕事の背景でそんなことはなかなかできないってこともあるとは思うんですけれども、それでもできる限り恐怖心を抱かせずに転倒とか事故のリスクを減らすためにも、そういったことをねやっていただけたらいいのかなと思います。ということで、今日は恐怖心を抱かせないための、3つのポイント、解除の中でも、ね、できることをね、基本的なところですけどお話しさせていただきました。で山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。もちろん言ったら声かけも大事なんですけども、僕理学療法士なんで一番ポイント大事かなと思うのはもうファーストタッチ、一発目に触れる時の触り方で、利用者さんっていうのはもうこれが先ほど言ったように収容筋に入れてギュッて触ったり強すぎたり速かったりすると一気にもう身構えてしまいます。グッとね。そうなるともうその後なかなか抜いてくれなくなってくるので、最初のこのファーストタッチはすごく慎重にとか丁寧に気をつけていってもらうのが一番いいかなと思います。ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますのでチャンネル登録ご覧のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。